こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？私は今、心理学を学んでいますが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は人間関係がテーマです。人間関係は私たちの人生から切り離すことのできない大切な要素です。うまくいかなければ悩みや苦しみの原因となりますが、良い関係が築けたなら人生を豊かにし、満足感を高めてくれるものです。今回は人間関係がどのように始まり、どうすれば良好な関係を維持できるのか、また困難に直面した時にどう向き合えばよいのかを考えてみます。では早速始めましょう。まず最初に、私たちはどのような人に好意を感じやすいのでしょうか？それには3つの要素があります。まず第一に、私たちは物理的に距離が近い人に好意を抱きやすい傾向があります。学校で席が隣だった人や出席番号が近かった人と仲良くなった経験はないでしょうか？これは近くにいることで挨拶や会話などの交流が生まれやすくなるためです。オフィスで同じフロアにいる同僚やよく行くカフェで顔を合わせる常連客に親しみを感じるのも同じ理由です。興味深いことに直接的な交流がなくても単純に目にする回数が増えるだけで好意は高まるものです。例えば毎日同じ電車で通勤する際、いつも同じ車両に乗っている人になんとなく親近感を覚えたことはないでしょうか？これは単純接触効果と呼ばれる心理現象で、繰り返し接触することで相手への好感度が上がっていくというものです。この効果は意識的に活用することもできるでしょう。気になる相手と接する機会を意識的に増やすことで、好意を育てるきっかけを作り出せるかもしれません。好意を感じやすくなる2つ目の要素は、自分と似ている点があることです。例えば、同じ趣味を持つ人や同じ部活動に所属する人、似た価値観や生活スタイルを持つ人と親しくなりやすいのは、この類似性の効果によるものです。同じ学校を卒業した人や同じ地域の出身者に特別な親近感を覚えるのも類似性の効果によるものです。共通点が多いほどお互いを理解し合える土台ができており、関係は発展しやすくなるでしょう。好意を感じやすくなる3つ目の要素は外見的な魅力です。人を見た目で判断してはいけないとよく言われますが、実際には私たちは外見的に魅力的な人に好意を抱きやすい傾向があります。これはハロー効果と呼ばれる心理現象で、外見が良い人は知性や性格、能力なども優れているのだろうと無意識に推測してしまうからです。外見的な魅力は視覚的な情報として瞬時に相手に伝わるため、第一印象に強く影響します。もちろん長期的な関係においては内面的な要素がより重要になりますが、関係の入り口で外見が果たす役割は見逃せません。そのため清潔感のある身だしなみや相手への配慮が感じられる服装を心がけることは、良好な人間関係を築く第一歩となるでしょう。好意をきっかけに始まった関係でも、それを長く続けていくためには、ある大切な条件があります。その一つが、コストと報酬のバランスが適切に保たれていることです。ここで言うコストとは、金銭的なものに限りません。相手のために使う時間や我慢すること、
気遣いや心配といった心理的な負担も含まれます。一方、報酬とは相手から好かれている実感や助けてもらうこと、プレゼントを受け取ること、楽しい時間を共有することなど、関係の中で得られる喜びすべてを指します。私たちは日常の中で実際に損得を計算しているわけではありませんが、無意識のうちにこのバランスを感じ取りながら、この関係を続けるかどうかを判断しているんです。例えば、あなたがいつも友人の愚痴を聞いてあげているのに、相手はあなたの話にほとんど興味を示さないとしましょう。あなたは時間と労力を費やし、心理的な負担、つまりコストを感じているのに、相手からは感謝の言葉も共感も得られません。つまりこれは報酬の欠如ということです。このような状況が続けば、この関係を続ける意味があるのだろうかと疑問を感じるようになるでしょう。反対に、あなたが困っている時にいつも相談に乗ってくれる友人がいたとします。その友人のためにあなたも時間を作って話を聞いたり、必要な時に手を貸したりすれば、お互いに与え合い、支え合う関係が生まれます。そうした関係は心地よく満足度の高いものになるでしょう。このように最も満足度が高く安定した関係が築けるのは、コストと報酬のバランスが保たれている時なんです。お互いが与え合い、受け取り合い、そのやりとりが公平だと感じられるとき、人間関係は無理なく長続きするでしょう。さらに、良好な人間関係を維持するためには、もう一つ大切な要素があります。それは、お互いに適切な境界線が引けていることです。境界線とは、自分と他者との間に引く心理的な線のことで、どこまでが自分の領域で、どこからが相手の領域なのかを明確にするものです。多くの人は、親しい関係になるほど、この境界線が曖昧になりがちです。家族や恋人、親友など、心を許せる関係だからこそ、この人なら何でも受け入れてくれるはず、遠慮する必要はないだろうと考えてしまうんです。でも、どんなに親しい関係であっても、相手は別の人格を持つ独立した個人です。境界線が適切に保たれていない関係は不健全であり、関係がギクシャクしやすいです。例えば、友人と話していて意見の食い違いが生じたとしましょう。お互いの考えを尊重し、相手の意見を受け入れる姿勢があれば、境界線はきちんと保たれていることになります。ところが、親友なんだから同じように考えてほしいと相手が求めてくるとしたら、それはあなたの心の領域を侵す行為です。当然そのように言われれば、あなたは相手に対して良い気持ちはしないでしょう。そしてそれが不満の種となり、やがて関係が悪化してしまう可能性が高いです。相手のプライベートに過度に踏み込んだり、自分の思い通りに相手を動かそうとしたりするのも、境界線を越える行為と言えます。最初のうちは、親しい友人だからと我慢できても、このような関係が続けば、やがて息苦しさや不満を感じ、関係を長く保つことが難しくなるでしょう。では、適切な境界線を引くためにはどうすればよいのでしょうか。まず、自分にとって何が心地よく、何が負担になるのか、どこまでなら受け入れられ、どこからが許容できないのか、自分の感情に正直になり、自分の限界をはっきりさせる必要があります。相手を傷つけたくない、嫌われたくないという思いから、
無理して相手に合わせてしまうこともあるかもしれませんが、それは長い目で見れば関係を壊す原因になるでしょう。次に、自分の許容範囲を相手に伝える勇気を持つことです。今日は疲れているから短い時間なら話を聞ける。週末は家族との時間を大切にしたいから今回は誘いを受けられない。その話題は少し個人的すぎて話したくないなど、こうしたことを相手に伝えることは冷たい行為ではありません。むしろ自分を大切にしながら相手との関係を健全に保つための誠実な姿勢です。その際は相手を責める言い方ではなく、自分の気持ちをアイメッセージで伝えるといいでしょう。例えば、あなたはいつも遅くに電話してくるというのではなく、夜遅い時間は翌日の仕事に響くので、できれば昼間に話せると嬉しいといった伝え方をします。自分を主語にして伝えることで、相手に防衛的な反応を起こさせず、自分の気持ちを穏やかに共有できるでしょう。さらに、相手の境界線を尊重することも忘れてはいけません。相手が、今は忙しい、その話はしたくないと言ったときは、それを受け入れる姿勢が大切です。お互いの境界線を尊重し合うことで、関係は対等で健全なものになります。相手に踏み込みすぎず、かといって距離を置きすぎない。そんな適度な距離感を保つことこそ、長続きする関係の秘訣です。どんなに良好な関係であっても、時には困難に直面することもあるでしょう。夫婦や恋人、親友など、関わりの深い関係ほど困難は生じやすくなるものです。相互に関わる時間が長いため、価値観や考え方の違いが表面化しやすいからです。また、親密になるほど相手との境界線が曖昧になり、それが関係悪化の原因になることもあるでしょう。小さな不満が積み重なり、やがて大きな亀裂へとつながってしまうのです。では、このような状況に直面したとき、関係を修復するために何ができるでしょうか。まず、自分が与えているものと相手から与えられているもののバランスを振り返ってみましょう。お互いのコストと報酬が適切に保たれているかを見つめ直すんです。次に、お互いの境界線が曖昧になっていないかも確認してみましょう。親密さゆえに相手に過度な期待を抱いていませんか？自分の思う通りに相手を動かそうとしていませんか？相手の考えや価値観を尊重できていますか？こうした問いを自分に投げかけて、お互いの領域を犯していないかを見直すことが大切です。最も重要なのは、相手と自分は別の人間であるということを意識することです。相手を自分の思い通りに変えようとするのは避けるべき行為です。人は誰でも自分の価値観や生き方を否定されると抵抗を感じるものです。相手を変えようとする試みは、かえって関係を悪化させてしまうでしょう。その代わりに、自分自身の考え方や接し方を変えてみると良いでしょう。相手に理解しがたい言動があったとき、その背景にある事情や気持ちを想像してみるんです。なぜ相手はそのように行動するのか、相手の立場に立って考えてみることで、これまで見えなかったものが見えてくるかもしれません。そして、相手との対話を大切にしましょう。
お互いの気持ちや状況を率直に話し合い、双方が納得できる解決策を探ることが大切です。一方だけが我慢するのではなく、どちらも満足できるウィンウィンの関係を目指しましょう。さらに、感謝の気持ちを言葉にして伝えることも忘れないようにしてください。相手がしてくれたことを当たり前と思わず、小さなことでもありがとうと伝えることで、驚くほど関係は改善されるでしょう。もし関係が危機的な状況にあり、それをどうしても修復させたいのなら、第三者の力を借りることも一つの方法です。カウンセラーや信頼できる友人など、客観的な立場からの助言が新たな解決の糸口を与えてくれるかもしれません。今回は人間関係の築き方から長く続けるための工夫、そして困難に直面した時の乗り越え方までを考えてみました。人間関係は多くの場合、相手への小さな行為から始まります。おさらいすると、好意を感じやすくなる3つの要素は、物理的な近さ、似ている部分、そして外見的な魅力です。一旦始まった関係を良好な状態で維持するために必要なことは、コストと報酬のバランスを保ち、お互いが公平に与え合い、受け取り合うことです。また、お互いに心の境界線を適切に引き、相手を尊重しながら関わることが健全な関係を支える土台となります。もし関係にすれ違いが生じたとしても、相手を変えようとするのではなく、自分の接し方や受け止め方を見つめ直してみてください。そして、対話を通じてお互いの気持ちを確かめ合い、双方が納得できる形を見つけていくことが修復への助けとなるでしょう。人間関係は時に面倒で悩みの種になることも多いです。しかしそれ以上に私たちの人生に喜びや安心、そして生きる力を与えてくれるかけがえのない宝物にもなり得ます。だからこそ、どうすれば良い関係を築けるのか、どうすればその関係を健やかに保てるのかを知ることには大きな意味があるでしょう。あなたの周りにいる大切な人とのつながりをどうか丁寧に育んでいってください。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。